通信制高校とサポート校の違いは？ナビスケ先橋本さん、こんにちは。どうしたんですか？生、私サポート校に入学します。お、いいですね。でも通信制高校とサポート校の違いはしっかり理解していますか？違うんですか？違いますよ。では今日は通信制高校とサポート校の違いについて説明しましょう。まず通信制高校は名前の通り高等学校に分類されています。ですのでレポートやスクーリング、テストなど一定の条件を満たせば高校卒業の資格を取得することができますね。それは知ってます。でもサポート校も同じじゃないんですか？実はサポート校は高校ではないんです。通信制サポート校だけで勉強したとしても高校卒業の資格を取得することはできません。まずここが注意点ですね。サポート校は高校じゃないんだ。なるほど。じゃあサポート校って何なんですか？確かに馴染みのない言葉ですよね。通信制サポート校の定義は、通信制高校に通う生徒に対して3年間で卒業ができるように勉強や精神面での支援を行うところなので、例えるなら塾や予備校に近いものです。多くのサポート校は通信制高校と提携していて、サポート校入学の際には通信制高校への同時入学が必要になるんですよ。そういうことなんだ。塾みたいなものだと思うと納得いくかも。あとは通信制高校とサポート校では運営機関が違うのも特徴ですね。通信制高校はいわゆる高校なので公立と私立があります。そこは全日制高校と同じところだね。その通りですね。以前は通信制高校も全日制や定時制と一緒に設けられているケースがほとんどだったんですが、最近は通信制の需要が高まり独立した学校も多くありますよ。じゃあサポート校はどこが運営してるんですか？サポート校は予備校や学習塾、専門学校など教育関連の学校法人が運営していることが多いようですね。サポート校は運営母体の強みに合わせて職業体験や進学コースが選べるなど学校ごとに特色があります。だからこそ学校によって強い分野、得意な分野があるんです。自分に合うサポート校を選ぶことができればいろいろな学びにつながりますよ。運営しているところの特徴がサポート校にも反映されるのは面白いな。あ、学費についてはどうなんですか？通信制高校の学費については公立と私立で違いますね。公立になら1単位200円から、私立の通学タイプなら1単位5000円からとなっていますが、世帯収入によっては1単位4812円が国から支給されるので経済的負担は少ないかもしれません。一方でサポート校を利用する場合は通信制高校の学費プラスサポート校の費用も必要となるんです。塾に行く場合も学校の学費プラス塾の学費がかかりますね。これと同じことです。なるほど。学校とは別のものなら確かに学費も別でかかっちゃうよね。サポート校に通うのはお金がかかるので迷う人も多いかもしれません。でもその分いいところもたくさんあるんですよ。どんなメリットがあるんですか？通信制高校は基本的に自主自学が求められる環境が多いです。全くの独学によって3年間で卒業できるのはわずか 20% から 30% とも言われています。自分で勉強をするというのは想像以上に難しくて途中で挫折してしまう人が多いんですね。私も自分で勉強するのは苦手かも。サボっちゃったりわからないことを聞けなかったり難しいよね。そうですね。何年も通信制高校に通うことになって時間を無駄にしたり挫折して自信を失ってしまったりする人もいると思います。それならサポート校を利用して支援を受けながら高校卒業資格の取得を目指すのも賢いかもしれませんね。サポート校があるだけで大きく変わるかもしれないね。心強い存在だな。ちなみに通信制高校への入学後からでもサポート校に通うことが必要になったタイミングで検討してみてもいいと思います。今日はサポート校が何なのか、どんな風に使えばいいのかが分かってよかったです。学校生活や勉強には自分のペースがあります。悩むこともあると思います。だからこそ学校生活を支援してくれるサポート校の力を借りるのもいい選択かもしれません。
そうですね。自分のペースでちゃんと卒業できるように頑張ってみます。そうですね。頑張りましょう。